皆さんこんにちは。今回は視聴者の方からいただいたご意見ご質問を中心にオーディオに関係する疑問にお答えします。アンプの中古を買う時の注意は何ですかというご質問です。私は中古の購入で何度か失敗したことがあります。その経験から今は次の条件を満たすものを選んでいます。1番の音に関しては多少問題があっても出ていれば OK です。片方の音が小さいとかガリが出るとかいった不具合の原因は電気接点ですから、そこをメンテナンスすれば元の性能を復元できます。音が未確認のものは手を出さない方が無難です。2番は個人的な考えです。オリジナルのまま音が出ているものが中古として価値があるものだと思います。80年代から昔の製品はガリや接触不良の問題がありますので、メンテナンス前提の購入になります。中古のメンテナンスにいくらかかるのかという問い合わせをいただくことがあります。中古を安く手に入れて動画のようなメンテナンスを人に頼むと製品の定価を超えることがあります。特別な思い入れがある製品でなければ現行モデルの新品を買った方がいいでしょう。プリアンプの存在意義は何ですかというご質問です。プリアンプの大事な役目に出力インピーダンスを整えることがあります。プリアンプの代わりにパッシブのボリュームを使ってパワーアンプと直結すると音が悪くなります。これは出力インピーダンスが上がってしまうせいです。見た目の効果もあります。セパレートで構成すると見た目が豪華になって音が豪華になったように感じられます。現在最も高性能なプリアンプは AV アンプに搭載されています。デジタル処理による正確なボリュームコントロールとタイムアライメントの調整までできます。アナログにどれだけお金をかけても同じ性能のものは作れません。プリとパワーの音量をどう調整すべきですかというご質問です。セパレートの構成ではボリュームが2つになることがあります。この場合、パワーをマックスにしてプリで絞る方法と、パワーを絞ってプリで持ち上げる方法があります。どちらが音質に有利でしょう？この答えはノイズが少なくなる方です。ノイズというのはホワイトノイズとハムノイズのことです。これは製品によって違いますのでやってみるしかありません。それと可変抵抗器は絞り切った付近の精度が悪いことが知られています。このような場所を使わないように調整することも必要です。AV アンプが評価されないのはなぜでしょうかというご質問です。AV アンプの評価が悪い理由に映像回路との同居があります。オーディオ回路と映像回路が同じ箱の中にあるとノイズが入って音が悪くなるように感じることがあります。実際に音を悪くする要因にアイドリング電流があります。多チャンネルのアンプで2チャンネル並みのアイドリング電流を流すとテレビをつけるたびに大きな電気を食うことになります。AV アンプはアイドリング電流を減らして B クラスに近い動作になっているようです。そのため AV アンプは普通のアンプより歪みが多くなっています。測定すると見えますが耳に聞こえないレベルなので問題ありません。フェライトコアは効果ありますかというご質問です。これは効果ありません。フェライトコアを電線の途中に入れるとインピーダンスが増えて電気が通りにくくなります。この性質でノイズを小さくしますが、耳に聞こえない遥か広域の話なので関係ありません。
DAC の音の違いは何でしょうかというご質問です。DAC の違いはノイズ、歪み、分解能ですが、人間の耳には到底わからない世界です。DAC で音に関係するところがあるとしたら、DAC のチップに何を使っているかではなくて、DAC の後のバッファーアンプがどうなっているかです。バッファーアンプのスペックに出力インピーダンスがあります。DAC を選ぶときはこのスペックに注目するといいでしょう。ショップではアンプの音が違って聞こえるのですがというご意見です。オーディオショップでアンプの音を切り替えて視聴すると明らかに違って聞こえます。これはテストのやり方に問題があるためです。特性がフラットなアンプに音の違いはありませんから、視聴する意味はありません。オーディオショップではボリュームを上げた時の雑音や、プロテクションリレーの動作音や、トランスのうなり音についてチェックするといいでしょう。もっと音の違いが大きいはずではないかというご意見です。私の動画では毎回アンプの音の違いをお聞きいただいていますが、今までの自分の体験と違うと感じる方が多いようです。配信が YouTube だからというご意見もありますが、YouTube の音声フォーマットは十分高音質です。私の動画で音に違いがないように感じる理由は、目隠し、つまりブラインドで聞くからです。人の耳は見た目や値段に影響されます。例えば次の感想がそれをよく表しています。人は基本的に見た目がいいもの、高級なものほどいい音がするように感じます。何かを変えると見た目が変わるので、実際変わっていなくても音が変わったように感じます。これは動画の制作で使っているスピーカーケーブルです。ホームセンターで買ってきたメーター数百円の商品です。抵抗がダンピングファクターに影響しますから、長さと太さに基準を設けています。接続は佐藤パーツのバナナです。1個160円くらいです。こちらはピンケーブルです。1本1000円しない商品です。電源コードはついているものをそのまま使います。コンセントはパソコン用の OA タップです。このような機材を使った視聴問題を聞いて、原音との違いがはっきりしないということは、こういうものにはっきりした音の違いはないという結論になります。音に違いがないならお金をかける価値はないというわけではありません。趣味のアイテムは見た目が重要です。現実は見た目の影響が無視できません。他人の評価がいくら良くても、データがどれだけ素晴らしくても、見た目に違和感のあるものを選んでしまうと、結局音が悪いように感じてしまいます。見た目に満足するものを選ぶことは、オーディオ機器の選択において第一に重要です。それとネットや雑誌にレビューがありますが、見た目の印象は人それぞれです。他人の感想や評価はあまり参考にしない方がいいでしょう。ご視聴ありがとうございました。